も花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回真面目に今日をやってたバジル君を殴り倒して、私こそが真のキングワテリだってなったところでしたね。まあここまで来たらエンディングを見るしかあるまい。真のラスボスとやらがいるのなら殴り倒す、いないならそれはそれで。あら、亡者たちは全員消滅しちゃうのか。まあ亡者に愛着ある人いないからいいけど、多分冒険者たちやゴメス船長は亡者じゃないから生き残るとして、イングリッドさんはもう亡者として生き返るのも無理になっちゃうよな。それは切なみ。なかなかひどいこと言うね、ブックスちゃん。確かに愛着ある人いねえなって言ったところだけど、しかし残念だったな。ここであえて断るルートが気になるんだ。私はこんなん壊してらんねえわ。帰ろうぜ。呆然としてるブックスちゃん、かわいそうでかわいいね。おーっと、バッドエンドにありがちな短いバージョンのエンディングだ。じゃあエンディング映像だけ早送りにしちゃおうかな。新たな教王と四天王が誕生しとるな。四天王メンバーは最終パーティープラスフレーム1ちゃんか。フレーム1ちゃん、あんまり使ってやれなくて悪かったな。でも最近レベル上げたら味方単体に自動蘇生を付与っていうやべえのを覚えたからな。隠しボス戦では活躍しそうな予感。あ、スタッフロールが終わった。どうも、マッドネスキングワテリです。カムヒアニューチャレンジャーズ。勇者ラルフ君っていうのかい。よく四天王を倒せたな。お前最速で通常攻撃して行動後防御する鋼タイプのクイックムーブちゃんとか、クソボス扱いされてもおかしくない強さだと思うんだが、まあいい。私が直々に葬ってやろう。ノーマル格闘タイプか。逆転はつけないしファイア連打でそろそろ回復しようかな。あれ、アイテム使えない。なぜ？あ、そうか。こだわりメガネってアクセを装備させてて、効果は魔法 1.3 倍の代わりに通常攻撃とアイテム使用不可。本当世話になってるアクセだけど怠慢は想定してないよ。そう、こうなりゃ私が死ぬ前に殺しきるしかない。頭空っぽの方がファイア詰め込めるぞ。うわ、100回復された。あんなにバカにしてた100回復なのに怠慢だと価値が重い。こんなにワンパターン行動なラスボス、相手からしても嫌だろうな。でもまあ天下の FF にも波動砲をひたすら連射してくるラスボスとかいたしな。お、なんとか勝てた。玉座は渡さねえぞ。サンキューフォープレイング。あ、これでもクリアデータをセーブとかできるのね。でもまあこれを静止にしてはいけない。リセットするぞ。
ちょっと気になったんだけど、この怠慢で負けると、なんもない感じですか？はーい。改めてリセット。せっかくここまで冒険してきたんだから、壊さないわけないじゃないすか。あんまり私を見くびらないでくださいよ。名門さんと戦うの？シルエットは妖精っぽいな。とりあえずつっついてみるか。ほれほれ。うわー、一撃で死んだ。殺すつもりは、いや殺すつもりだったけど、一撃のつもりじゃなかったんだが。これはいわゆる次元脱出イベントか。気持ち急いで脱出するか。こいつが真のラスボスか。やってやらーよ。ソウルビースト。最初のタイプはノーマル。状態異常が効かず毎ターン属性変化する。それで次に使ってくる技は自爆。マジで。いやこれで終わりじゃあるまい。私は油断しないぞ。命がいっぱいあるタイプと見た。BGM も盛り上がってきて自爆をしてきて。いやガチで死んでるやんけ。なんやねんこいつ。どうも使ってくる技がランダムらしいですね。じゃあ1ターン目自爆は単なる強運か。あれブックスちゃん乗らんの？嫌な予感がするの。あとゴメス船長は控えメンバーも乗せてくれてありがとね。もうそういう資格がないとかいいって。命がもったいないから。アルテマさんわざわざ埋葬してくれてたのか。多分無関係なのに。ははソウル効率収集のために各地のボスにしてたのか。頭いいな。何百年も前かい。儚
の中に300年加工されてて100年とかなのか。ここで選択肢。うるせえ。行こう。行きたいと言え。あ、そういうこと。ウォーターちゃんめちゃくちゃ頭いいやん。すげえ希望がある終わり方じゃん。この厳しい世界観でよくそこまでたどり着けたな。いやね、本当に心配だったんですよ。私はブックスちゃんが敵対するとか闇落ちするとか自害するとかウォーターちゃんたちがどうにかなっちゃうとか名門を壊したけど結局同じことが繰り返されちゃうとか、蓋を開けてみればそういったことはなく全員無事だ。ブックスちゃんはすげえ罪悪感に苛まれてたけどウォーターちゃんたちからしてみれば一回死んだのに生き返らせてくれた恩人という見方もできるのでは。しかしあれだね、アルテマさんはあの妖精死体を振り返して人体改造してる。やば、うちの妹にはそんなことさせへんでって感じでちょっと面識があったのかしらね。会話コマンドすれば何か見れたのかな。私は会話コマンドを異常に忘れがちでしたが、それ以外にも動画に載せてない要素はたくさんあるぞ。このゲームボスを倒す順番とか特定キャラがいるかでかなり変わるらしいんでな。まだ未プレイの視聴者さんがいましたら興味があればぜひプレイを。てかマジで面白いゲームだな。個人制作でこんだけ完成度の高いゲームって作れるもんなんだな。ネフェイスト系ゲームっていうジャンルなんですかね。こういうのって探索の楽しさを存分に味わわせてもらったな。でプロムとポケモンのあれこれをシステムの基礎にしてくれたおかげで、ああこれはこういうことねって初見でも分かりやすいのはありがたいんですが、物理攻撃が2属性を持つのはさすがにやりすぎじゃない？抜群。今一つ向こうが全部合わさって向こうとかややこしいよ。でもまあ私がこのゲームで気になったのはそこだけだな。他は操作性、UI、BGM、キャラクター、グラフィック、バランス、どれも大満足だった。自信を持って人におすすめできるゲームだ。で、今後の予定ですけど、残りの本編隠しボスはボコれそうならボコします。編集している現在、
死の支配者ってやつに3時間苦戦して心が折れそうなところです。こいつはもしかしたら諦めるかもしれない。不安だ。思い出コンビはなんとか倒しましたので、そのうち動画になるでしょう。で、その後はめっちゃ引き継いで楽々に2周目をクリアして、おまけキャラを解放しておまけボスを倒して終わりかな。アリーナっていう超高難度バトルは多分やりません。また、2周目プレイの様子はあんまり動画にせず、その間はちょっと投稿が滞るかも。あと、そろそろ次に実況するゲームを決めなきゃなって悩んでますが、数日後にでもどのゲームをやろうかなっていう雑談動画を投稿しますので、何かおすすめゲームがある方はそちらの動画かこの動画にコメントよろしゃーす。リップ RPG じゃなくてもいいし、リップ RPG でもいいぞ。マジで未定なのだ。伝えたいことは伝えきったな。一気に喋りすぎた感もあるけども、スタッフロールが終わってもまだ喋り足りなくなるとは思わなかったぜ。といったところで今回はこの辺でお疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。